静岡県で就職したい学生が集う場所、静岡の会社発見セミナーの取材にやってきました。私の地元も静岡県ですが、この土地に夢と希望を持った熱い学生さんたちに密着します。同時開催する働き女子会というセミナーにも注目ですよ。本田栗尾富士で営業として内定をいただいています日本大学の熊谷琴音です。今日は学生さんと立場が近いということで、勉強のために参加させていただきました。正直車に興味のある学生さんがちょっと少ないのかなっていうのを少し思ってちょっと寂しくなったんですけれども、でも皆さんやっぱり一生懸命話聞いてくださるし、なんか懐かしいなというふうにとても思いました。そして今日女の子がたくさん来てくれて、営業にやりたいよっていう子もたくさんいたので、営業やりたい女の子っていうのはこれからどんどん増えていってくれるのかなっていう期待もしました。私自身は自動車業界という業界で絞っていたんですけれども、友達は何の職に就いたらいいかわからないっていう人が結構多くって、たくさんの合同説明会とかに参加している人が多かったです。でそういう子で思うのが、やっぱりたくさんあるからたくさん見て自分で学んだ方がいいなっていうのをすごく感じます。私はそんなに自動車業界で絞っていたので、そんなたくさんの企業は行かなかったんですけれども、たくさんの企業行けば行くほど自分に合う企業がどれかっていうものをちゃんと見定めることができると思うんですよね。そういうふうにすればやっぱ一生ものの仕事ですから、そういうふうに慎重に選んでいって、本当に自分が働きたい、ここだったら絶対に働いていけるんだっていう企業をぜひ見つけてほしい。それまで諦めないでほしいなって思います。静岡大学の教育学部4年の辻田愛子と申します。内定先は株式会社 STC というところになります。今の就活生を見て感じることなんですけれども、前回もこのイベントに参加させていただいたんですけど、基本的なところというか、例えばコートを着たまま会場に入るだったりとか、あとはスーツの中のシャツだったりとか、ちょっとそういうところの見た目っていうところが少し気になるところがいくつかあって、まず企業さんとどういう形でお会いするのかっていう基本的な姿勢をまず見直した方がいいんじゃないかなっていう生徒さん、学生さんもよく見受けられるなというふうに今年は感じています。私が大事にしていたのが人との出会いというところを軸にしていました。で内定先は人と接する仕事、接客業になるので、毎日どういうふうに人と会話をするかとか、そういうところも企業を見る目としては見ていました。で自分がその企業に合っているか、人と話すことができるかとか、人の出会いを作れるかどうかとか、そういうところを軸に企業は見ていましたし、面接でもそういったところを自分のやりたいところをアピールはしていました。なかなか今の時期は面接とかがだんだん出てきて不安になっている方もたくさんいると思うんですけど、まずは自分のやりたいことをもう一度見つめ直していただいて、自分が本当にやりたいこと、働きたいところっていうのを探っていきながら、面接だったりとか学業試験等々頑張っていただければいいのかなというふうに思います。今日のイベントにはインターンシップとして運営側に関わっている学生さんもいらっしゃるということなので、その学生さんにインタビューをしてみたいと思います。今日はインターンシップでこちらのイベントに関わっているということなんですけれども、具体的にどのような関わり方をされているのか教えていただけますでしょうか。例えば準備、パンフレットの間に資料を挟み込むといった準備、さらには企業様が来た際にご案内するといったことや、さらには、学生さんの受付案内といったことを行っています。実際に携わってみてどうでしたか。一人で行えたら絶対この規模のイベントでは行えないので、やっぱ周囲とコミュニケーションを取ったりとか協力することの大切さといったこともこのイベントから感じ取ることができました。普段私東京で今就職活動を主にやっているので、静岡のイベント少人数で話しやすい雰囲気の企業様が非常に多いと感じました。自分の今就職活動進んでいると思うんですけど、こういった労働企業説明会って結構参加されましたか。まだ少しずつではありますが参加してます。参加している企業の方がテープがあるとか、ご飯をどこで食べたらいいですかっていう知らないことを聞かれて、その対応に困りましたけど、その社員の人に、企業の人に教えてもらって、どうやってやったらいいかっていうのを教えていただいて、すごくためになりました。イベントインターンシップ自体ちょっと、初めての経験だったのでちょっと緊張してたんですけど、いろいろと企業様との情報がいろいろ
ニュースできたりとかいろいろ、メリットがたくさんあったので、はい、とても有意義な、会となりました。実際こう就職活動している中でこういったイベントは結構参加されてますか？そうですね、やっぱり今回のやつがやっぱ初めてでしたね。はい、これからっていう感じですかね。まだそうですね、これから積極的に、参加したいと思っています。いろんな転機があるたんびに選択を迫られると思うんですけども、その一つの選択で失敗したってなってシュンとなるか、その失敗は失敗なんだけども、その失敗を生かして次どう動けるかっていうことかなっていうふうに思っています。どうしても変えてくれないような、特に大手さんとか銀行さんなんかは多分もうこの日って決めたらこの日しかないので、そこはその日に行って、融通の利けるところに申し訳ないですがっていうお電話をしていただければいいんじゃないかなと思います。私もそういうご相談何件か受けるんですけど、御社どうしても受けたいんですけど、でもこの日はどうしても都合がつかないんですって言ってもらうと、そんなにうちの貸し説明会行きたいのって逆にちょっと嬉しくなってしまうぐらいで、そこはそんなに怯えずに正直にご相談した方がいいんじゃないかなと思います。就職を控えていろいろ不安なことや心配事がありますよね。例えば女の子は結婚や出産で働けなくなるのではなんて不安もあるのではないでしょうか。今回のセミナーではそんな女の子の味方になってくれる企業もありました。性別に関係なく自信を持って働ける職場が増えるといいですね。